だから自分が何ができるんだって求められた時に、なんかラーメン作れるんだぜって言えるようにこのラーメン屋を始めたところあるんで、サラリーマンの時って多分何ができるんだよって言われたら何も言えなかったんですけど、僕は藤崎さんの麺に惚れてるんで、圧倒的にその毎回もうすするたびも鳥肌止まんなくなる麺が本当にここしかないっていうか、もう本能でこう欲してっていう麺が僕にとっては一番好きなラーメンですね。社会に出てラーメン作れますってそれ言ったならばラーメン作れなきゃいけないんですよ。スーパーで買えるものでちゃんと作れないとダメなんですよ、世界中で。卵とお酢は大体酸味あるもの大体あるんで、あと小麦と水と寒水があれば作れます。だったらもうどこ行ったって作れるじゃないですか。おすすめとか聞かれるのマジでよくわかんないなと思います。おすすめなんですかみたいな、ねえよと思いながら言っていやおすすめはしてないですけどみたいな、定量化されてるものしか言えないんで、おすすめってもうなんか感覚になっちゃうじゃないですか。一番出てるのは醤油ですねしか言えないです。でも塩食べる方はずっと塩ですねそれしか言えない。お前はどうしたい、どうしたいがないの、すっごい悲しくなる。白いなこの会話。いやいや、普通のラーメン屋じゃないことは分かってるんですよ。普通のラーメン屋ですって言います大体言っちゃう。そうですね、醤油ラーメンと塩ラーメンがあってって、細麺でって。こだわりとか結構あるんですかって言われると思うんですよね。あ、ちょっと変なラーメン屋ですっていうのもちょっと変なんですけど、ちょっと普通とはちょっと違うかもしれないですけどって言ってます。本当に言ってます。ちょっと変かもしれないって。としか言いようがないでしょ。いやもう食えよって思ってるんでこっちはいやいいから食えって思ってるんでこっちは言わないですよ。なんか食わなきゃ分かんないじゃないですかそんなの。ああだこうだ写真見たりとか、みんなこうやって写真見るけど何が分かんないみたいなマジでいやもう分かんないんですよ。写真見て美味しいまずいなんで分かるのって思っちゃうんです。美味しくなさそうだなと思う時もありますよ、食べ物で。でもそれも食べてみなきゃ分かんないじゃないですか。だからみんな人の噂をそうやって勝手に流すんですよ。本人から聞いてないのにとか見てもないのに想像だけで全てをそうやって決めるから、写真だけでそうやって想像して、よくないマジで。紹介文に食えってそこまでぶっきらもうそこまでじゃ言ってください。ありきたりなことしかないですよ。だってじゃあ名古屋コーチン使って地鶏使って名誉ガラバタ使っ言っててるじゃないですかみんな。でなんか水もこだわってとか、だから何って感じじゃないですか。なんか本当思っちゃうんですよね。だからってだから何ってすごい思っちゃう。本気で思ってますね今のトーンは。うん本当思ってる。マジで分からん。それで美味しい美味しくない決まんないじゃんって思っちゃうんですよね。 Google 評価は別にあんま気にしてない。自由でいいじゃないですか。こっちも自由にラーメン作らせてもらってるんで、縛られてないのになんでお客さん縛るのと思っちゃうんですよ。こっち自由にやってるのにお客さんも自由にさせてあげたらいいのに。自由に書いてくださいマジで。なんかやっぱ Google とかあってビジネスオーナーみたいなやってると通知来るんですよ。普通に1とか4とかいろいろ来ますよ。麺が柔らかいとかめっちゃ書かれやすいですよね。思ってたのと違ったんだな、ごめんなさいと思うし。でもそれだけじゃないですか。なんでなろうと思ったか、好きだからですよ。結論好きだからです。高校生の時に将来考えた時に絶対好きなことを仕事にした方が幸せだろうと思って。でもその時はあれですよ、食べるのは好きでしたけど作るのをだから自分は本当に好きになれるのかみたいな不安はあったんですよ。でもやってみなきゃ分かんないじゃないですか。とりあえずだから下宿先で作ったりとか、いやちゃんと花正で言語とか買って一個一個が、でもその時はもう興奮ですよね。これがみたいな。でありがたいのに品川住んでたんで、確か味の素かなんかの図書館が近くにあるんですよ。食に関する本がめちゃくちゃあって、ラーメン本もめっちゃあるんですよ。そこ行って借りてめっちゃメモってみたいなで真似して作るみたいなことやってました。それ高校生なんで、茨城から東京出てきて高校3年生ぐらいですね。それが引退した後にやりました。いやだけどでもサラリーマンやってサラリーマン辞めマルハに入らせてもらった時に、なんか朝6時から9時一人でずっと仕込みをする時間があるんですよ。でも慣れてくるとちょっと時間できたりするんですね。そこでちょっと担々麺試作してみたりとか、この食材とこの食材合わせたらどんな味になるんだろうとか勝手に試してたんですよ。その時間クソ楽しくて、多分こう試行錯誤するの好きだなと思って、だからまあ楽しめるだろうと。100楽しいはないですけど、でも楽しい部分があったら頑張れるじゃないですか。だからいけると思って。食べるのも好きだし作るのも好きなのが分かったんで、高校の時は豚骨魚介流行ってて、豚骨魚介つけ麺をずっとばっか食べてたんですけど、濃厚なラーメンをラーメンショーかなんかで震災の後かなのラーメンショーで東北のなんかラーメン屋さんが来てたんですよ。もうすっごいあっさりとしたノスタルジックなラーメンなんですけど、醤油ラーメンなんですけど、すごい感動しちゃってうわーってなって、
そっからなんか賃貸の興味を入れたんですよ。で気づいたら自分でやるなら賃貸ってなってました。できっかけをくれた東北のもう屋台から始まったラーメン屋さんだったらしいんですけど、それと出会ってなかったらまた違う形になってたかもしれないです。はい、先輩方のラーメンやっぱうまいじゃないですか。うめえなと思って、でも同じ人間だし作れるなと思ってたんです僕。じゃあやるしかないみたいな感じですよね。で結果今もだから試行錯誤を繰り返してるみたいな感じです。ありがとうございますって感じです。先輩方、この油が塩ラーメンに入る油です。僕が初ではないと思うんですけど、これうまいですね。やっぱ骨から出た油うまいですよマジで。うまいです。香りもそうです。骨の香りと。ああ、これが塩ラーメンに入ってるんですか？そうそうそうこれです。これがうまいんだ。そうこれがうまいです。これですマジで。ラーメン油必要なんですだから。これだわ。そうっす。塩ラーメンのうまさの秘密です。天才じゃないですか。でも何がですか？めちゃめちゃうまいですねこれ。そううまいですよマジうまいです。匂いもいいし。いやこれ本当だ。いや塩ラーメン食べた時のそうそうっす。ちゃんと感じましたこれを。ありがとうございます。でなんかうまみも熱いんですよ。この油自体のうまみが熱いんで、そうっす。みんなやってほしい。これは嬉しい。美味しくなるっす。ラーメンっぽくないですか？なんかもう寸胴でスープ炊いた副産物でラーメン作るみたいな、めっちゃラーメンじゃないですか。背脂とかで取ったとかじゃなくて炊いたらできましたみたいな。めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいいっす。これいい動画だな。めっちゃラーメンです。真似していいんですか？これいやだって真似も何もないです。多分やってる人いますよこれ。だって100年の歴史でやってる人絶対いるじゃないですか。みんな言ってないだけで。豚油。はい。いいですね一応。豚油。なんかもっと前に命名した人がいたら教えてほしいです。スーパーのあそこで手に入るものではい作れなきゃダメだよっていう、あ僕はっすよ。いやもうそうなんです。それを僕知りたい。だから人と同じなんて一つもいらないんですよ。だから僕はどうでもいいと言ってるんですよね。だからラーメン屋っていう生き物になりたいんです僕は。そういう生き物になりたいんですよ。ラーメン屋という生き物。そうです。掃除とかスープ炊くとかガラ掃除するとか疲れてるとだるいなって思っちゃう時あるんですよ、だけど歯磨きだるいなって思わないんですよ、絶対やるじゃないですかみたいな感じで、こいつはそういう習性なんだみたいな、無意識レベルでこいつはやってしまうみたいな感じで気づいたらめっちゃ鍋磨いちゃってるとかネギ切っちゃってるとかいらっしゃいます言ってんじゃん、なんか誰もいないのにみたいなレベルまで僕は行きたいってなってくると、その食材、この食材がないとラーメン作れないはちょっとダサいじゃないですか。知らない土地行ってやっぱラーメン作れないとそれはラーメン屋っていう生き物じゃないですもん。だって変な話、エジプトに行って日本産の小麦がないから俺打てないんですよねとか言いたくないってことダメでね。ですすよ。あれまあありえないとこですね。いやそういうことダメまあ今のは僕ダメ言っててもありえないなと思ったんいですけやど。ダサすぎるですマジで。極端な話ですからいね今言ったの。やそうですね、ダメですよそれは。僕の哲学的にダメですね。ってなってくるとやっぱ手打ちもできなきゃいけないしみたいな。あ、そっか。だから学ばなきゃいけないことが多い多いってずっとブツ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 そうです。言ってるんですね。ずっと。でもそれだけじゃないですよ。それは技術的なもう具体も具体じゃないですか。そこだけじゃやっぱダメなんで。そうです。僕麺料理だと思ってるんで、麺を美味しく食べてもらいたい。その中でちゃんと醤油とかもう他の食材もちゃんと感じてほしい。完成されてないんで僕のラーメンは。で未だに塩だれはいじってないですけどそこまで。でも醤油ラーメンの醤油だれはずっと悩み変え続けてるので、醤油ラーメン難しいですね。味があって香りがあってそれで食べれてしまうのかもしれないけど納得できてない自分がいます。醤油ラーメン狙ってるところにまだいけてない。言葉にすると改めて自分が醤油だれに今迷走してるんだなということを気づきますね。いやもう中には迷走してるやつ出すなよっていう人いるんですけど、完璧なものしか求めないんだったらマジアプリ消せって思いますよ。なんなら iPhone だってずっともう悪いところそうバージョンアップどんどんしてるんだから、スマホ持つなって話です。だからマジでなんか分かるって僕どんどん積み重なるものだと思ってたんですけど、大体分かった瞬間分かんなくなるんですよ。だから分かってそれをぶち壊して新たな土地が見つかるんですよ。そこにまたこう築き上げてってる感じですよね。で分かった瞬間また次の土地が見つかってみたいな、ビルド&スクラップをずっと繰り返してるなと思って、だからもうずっと考えてるんです。悩む時はもう寝れないですからね。2時3時までなんで美味しくないんだろうって、どうしたら美味しくなるんだろうって。さっきの勉強しなきゃいけないみたいなところありましたけど、ちょっと話戻りますが、戻してください。すみません脱線させて。今日やばいっていう日、ラーメン安定しないとメンタルブレるんで、だからもう営業中もう全然笑顔じゃないみたいな、クソつまんなそうにやっぱラーメン作っちゃって、僕もやっぱ未熟で、いや面白い。これさっき
ラーメン屋という生き物になりたい、はい生き物って弱点ってあると思うんですよ、全てにおいて。それが生き物なんで、確かにそこが弱点なんです、ラーメン屋という生き物の。確かに。朝は自分が納得してない味が出た瞬間、ラーメン屋のいはい弱点を突かれて、ええ笑顔が出ないんです。当たり前ですよね。当たり前じゃないです。あ、失礼しました。足りてい。ないです。ただ足りてないだけ、それはまマジで足りてないですだからそうね自分の作ったラーメンが美味しくない不機嫌になっちゃうのは、いい接客ができないのは、ただその人が足りてないだけです。結構抽象ですね。あ本当ですか？いや抽象だって主語がないと思うんですよね。足りてない。何が足りてないのかって話ですよね。何がそういうことです。何が足りてない、だから感謝が足りてないです。感謝が足りてない。そうです感謝もじゃなくて、感謝がまず基本的に大枠として感謝がもっと土台になるはずなんです。もう感謝が愛みたいなものが、もうありがとうって、うんもう今日こんなスープだけどラーメンだけど、うわ来てくれた、もう精一杯笑顔で出すしかねえ、俺の笑顔でちょっとでも美味しくすんぞぐらいの、多分そっちの方が生き物っぽくないですか？それがラーメン、そうです。進化していかないといけないんで、その愛を持ってたらこのままじゃいけんってなるじゃないですか。もっと喜ばせたい、もっと良くしてもう喜んだ顔見たいってなるじゃないですか。今の僕のラーメンも美味しくないと思ってる人全然いると思います、でもそんな人でも合わない人でもなんかよりまた来た時に喜んでもらいたいって気持ちありますもん。それだってもう無情の愛じゃないですけど、もうみんなに対してラーメンに対してなんか愛持ってれば多分いけると思うんですよね。そこもっと良くしたい、喜ばせたいって、だから勉強するし、もっと稼がなきゃいけないと思うし、そうああ、そうですでもそっか。稼ぐって言葉もそこで出てくるんですね。そこで。いやそこですよ。だってラーメンを美味しくしたくて、美味しいラーメンを出して喜んでもらいたいからラーメンやってるんで、そういう生物です絶対ラーメン屋っていう生き物は。そこが本質だと思うんですよ。それがちゃんと土台に愛があるかどうかみたいなのあるっすよ絶対。いろんなことを学んでいくと自分の中にこう溜まっていくんですよ、情報が、いろんなエネルギーが。である時にもうなんか共通するものが見つかるんですよ。うわっって急に来るんです、そういうの勉強してると。待ってよ待って、これラーメンできるじゃんってなるんですよ。こう表現できるって、ラーメンで。そうで表現者なんで我々一心同体とかみんな言ってるじゃないですか。あれ自分を表現してるんで、だから自分が成長したらラーメンも変わるはずなんですよ。じゃあ味作りは自分作り。いやそうですそうですそうです。だからラーメンばっかやっちゃダメなんですよ。だからそういったなんかラーメンじゃないことをしっかり入れていかないとラーメン美味しくならないって僕は思ってて、そうなってくるとやっぱり自分自身の成長で内側から湧き出てくるそのにじみ出たものをこねくり回してラーメンにしないといけないですよね。やっぱラーメンじゃなくていいのかもしれないですよね、名前が。もうつけ麺難しいですよね。だから自分なりの文脈を持ってつけ麺に落とし込もうとなった時に新しい形というか自分なりの形がまだ見つかってないって感じですよね。いやマジむずいです。どうしようって感じですよね。昆布水使いたくないとかそういうことじゃなくて、もっとなんか深いところから小麦だから行かなきゃいけないです。北海道これ本当北海道行かないといけないかもしれないですね。そこから考えないといけない。つけ麺に関してはずっと山にこもってるっすねマジでこれ僕のつけ麺ですっていうもの欲しいっすよね。なんかテンション上がるやつ欲しいです。寝不足になって朝の準備してて山行ってんですよ。大体山行ってんなと思って辛いな眠いなみたいなで営業終わる頃には僕めっちゃ元気になってるんですよ。最近生かされてるなと思って、お客様に元気ないけどお客さんが来てくれて食べてくださって目合わせてくれたりとか、最後帰りありがとうございましたの時にああいうのでめちゃくちゃエネルギーもらってるなとか、お客さんの笑顔見たりとかした時になんか自分も元気になってるんで結構ガチで思うんですね。それうちに来てくださるお客様エネルギーの塊というかすごくいいお客様多いので、もう逆にだから僕が元気づけられてます。いやでも最近ですよ、心の底からそう思えるようになったの。今のこのワンオペでやってる環境とかいろんなものが重なってなんか自分で認識しましたね。それはやっててよかったです。だからうまいもの作るだけの職業じゃないんだなっていうのは心の底から思うんですねマジで。そこがうちの母親なんですよ。
あそこってどういうことですか？あ、女性がそうなんですか。で偶然ですね。確かに。水木っていう名前が非常に珍しいっていつも思ってたんですけど、はい。その由来をちょっとだけ教えてください。はい。どうして水木なの？ 3月に生まれたんです。3月14日。バレンタインデー。ホワイトデーですか？あ、そう、ホワイトデー、失礼しました。ホワイトデー。3月だから水木。水木にして。それはお母様のアイディアというか。はい。で、優しくなるようにひらがなにしました。美味しいです。で、飽きが来ないというか、また食べたくなるというか、はい。丁寧に作ってるので、毎回食べてもこう美味しいし、また食べたくなるところがいいのかな。はい。ありがとうございます。素晴らしいです。これほんますげえ。またありがとうございます。素晴らしい。